分たちの力を信じてこれから戦っていってほしいと思う。これは今ここでみんなとはね、お別れになる時でも一緒に過ごした日々のと宝物ですし、長い人も短い人もそれでも今伝えられることは伝えていたつもりだし、その先のね、サッカーだけじゃなくてね、いろんなものにはい。ありがとうみんな。ザ・国立で止め打たれたこの一戦、アジアチャンピオンズリーグエリートで惜しくも準優勝に終わるも、世界が驚愕した戦いぶりを見せた川崎フロンターレが立ち向かわなくてはならないのが、昨シーズンまでで計7つのタイトルを川崎にもたらした鬼木監督率いる鹿島アントラーズ。さまざまな思いがないまぜになったこの一戦だが、試合は思いのほか早く動いた。前半7分、山本裕貴の右コーナーキックにニアで合わせたのが佐々木旭であった。その後は川崎フロンターレが主導権を握り、鹿島の攻撃を分断しながら押し込む場面を何度も生み出す。鹿島は個の力で単発のチャンスを複数回迎えたものの、得点は奪えないままハーフタイムに近づく。それでも前半アディショナルタイム、左サイドから安西幸輝が送ったクロスがペナルティエリア右の鈴木優馬に渡り、鈴木はサイドボックス中央へ折り返す。船橋優は寄せてきた相手を冷静にかわし、左足でボレーシュートを突き刺して驚きのプロ初ゴール。鹿島が待望の同点ゴールを奪う。後半は一進一退の攻防が続く中、エースレオ・セアラが負傷交代。それでも65分に逆転したのは鹿島だった。右サイドから鈴木優馬が絶妙のスルーパスを供給。お箱であるラインブレイクで抜け出した田川京介が相手ゴールキーパー山口との1対1を制してゴールへ流し込んだ。追いかける展開となった川崎だが、高井のヘッドはノーゴール。山田真のボレーシュートはバーを叩き一歩届かず、鹿島は6連勝を達成した。試合開始前には川崎の丸山雄一が鹿島のベンチまで挨拶に。マルシーニョは試合中に鬼木監督とタッチを交わしていた。そして試合後、記者会見を終えた鬼木監督を待っていたのは立花田瀬川。
大関山田、佐々木家長太刀、山口類や高井浩太も挨拶をしていた。その後 NHK の中継で解説を務めた田中碧も加わり、元指揮官と談笑の輪を作っていたという。ガンバ大阪対サンフレッチェ広島。サンフレッチェ広島ユース出身、ガンバ大阪満田誠。広島ユース在籍中には居残りでシュート練習をする常連で、張り合うかのように同様に居残りゴールキーパーを務めていたのは、現日本代表サンフレッチェ広島正ゴールキーパー大迫敬介だった。満田は大学卒業後2022年に広島に入団。1年目から9ゴールを挙げる活躍を遂げると、23年からは背番号11をつけて中心として戦ってきた。だが思うような出場機会も得られず、今年2月末にガンバ大阪へ覚悟の期限付き移籍を実現した。試合は前半から広島が主導権を握る展開に。18分、ガンバ大阪のゴールキーパー一森純のパスミスを広島のジャーメイン亮が拾い、ゴール前で仕掛けたところを鈴木徳馬が後方からファウル。これが一発退場となり、ガンバ大阪は数的不利に陥った。数的優位となった広島はその後も攻勢を強め、33分には右サイドからのクロスをジャーメインが中へ折り返し、走り込んだディフェンダー塩谷司が押し込んで先制点を奪った。さらにその後も広島は決定機を作り主導権を握り続けた。しかし後半、ガンバ大阪はシステムを3バックへ変更。これが機能し、1人少ないながらも広島ゴール前を幾度も脅かした。その中には昨シーズンまで広島の背番号11を背負い、今季はガンバ大阪に所属している満田の姿があった。ゴール前で得た直接フリーキック、満田は誰にもボールを渡さず自ら置いた。しかしボールはわずかにゴールの枠を捉えることはできず、1対0で敗戦。ガンバの連勝は3で止まった。試合後、広島ゴール裏に挨拶に来た満田を迎えたのは、広島サポーターがわざわざ作成した大きな弾幕だった。広島サポーターでも応援してくれている人がたくさんいるなというのを感じましたし、そういう方のためにも自分も選手として1段階2段階上がっていって成長していかなければならないと思いました。この日で J1 通算100試合を達成。ほとんどは広島で出た試合、自分を成長させてくれた。運命さえも感じた試合であった。アルビレックス新潟対浦和レッズ。新潟は序盤から選手間の距離が良く、セカンドボールを回収する機会が多くなり、攻め込む時間が続く。浦和の特徴である縦に速いカウンターをなんとか抑え込み、無失点で前半を終える。後半は前半同様にこぼれ球を回収し、ボールを保持する展開に。すると途中出場の小見の活躍から先制点を決めたのは長谷川元樹。ホームでの今季初勝利を目指し追加点を狙って攻め込んだが、逆に新潟のゴール前に飛び込んだのは、昨シーズンアルビレックス新潟はルヴァンカップ準優勝というチーム規模などを考えれば妨害の素晴らしい結果を手にした。その原動力となったのが去年の新潟のルヴァンカップ得点王、現浦和レッズ所属長倉元樹だった。ルヴァンカップという大舞台、そこで敗れるという勝負の厳しさ、ずらさ、そして優しさを学んだ。それでも今季はさらなる成長を望み、ユースの頃からの憧れでもあった浦和のユニフォームに袖を通した。そんな長倉のゴールでホームでの今季初勝利はまたもお預けとなった。
試合後もそっけない感じではあったが、その後やはり複雑な思いを吐露している。結果を出した喜びはありましたが、相手が新潟でこのビッグスワンでの得点となると嬉しくないです。東京ヴェルディ対湘南ベルマーレ。この試合では東京ヴェルディの福田裕也と湘南ベルマーレの福田翔による兄弟対決がついに J1 で実現した。1学年違いの兄裕也と弟翔は共に小倉南 FC から東福岡高校へと進学し、同じ育成環境で腕を磨いてきた。高校時代の2017年度全国高校サッカー選手権尚志高校戦では、裕也のスルーパスから翔が抜け出し、相手ゴールキーパーに阻まれたものの、そのこぼれ球を裕也が拾って PK を獲得するなど、兄弟連携が光るシーンもあった。兄の裕也は2018年にガンバ大阪でプロデビューを果たし、今シーズンから東京ヴェルディに加入。 J1 でのプレーはこれで8年目を迎える。一方の翔は高校卒業後に JFL 日本フットボールリーグの FC 今治でプロとしてのキャリアをスタート。その後クラブとともに J3 昇格を経験し、2023年には YSCC 横浜で頭角を現すと、同年8月に J1 の湘南ベルマーレへとステップアップを遂げた。そして迎えた5月11日、舞台は味の素スタジアム。両者がついにトップリーグの舞台で直接対決を果たす日がやってきた。この試合で2人は揃って先発メンバーに名を連ね、兄弟による記念すべき J1 初対決が実現した。後半18分、裕也が両足をつってしまい交代することに。翔は裕也の元へ駆け寄り、弟が兄の足を伸ばしてあげるというシーンも見られた。常々兄弟対決は夢と語ってきた翔は、東京ヴェルディ戦にどんな気持ちで臨んだのか。ウォーミングアップ中から泣きそうになりました。これまでずっと兄ちゃんが僕を支えてくれた。僕がどんなに苦しい時でも大丈夫だと励ましてくれた。その支えがなかったら僕は J1 の舞台に立っていません。兄ちゃんも怪我を繰り返してきた中で今ピッチで戦えている。いろいろな思いが入り混じって泣きそうでした。兄裕也もやっぱりすごく楽しかったです。最後あいつ翔ぶっ倒れていましたね。さすがやなと思いましたよ。全部を出し切れるところが。試合は湘南が2対0で勝利。ついに叶った2人の夢は通過点となり、互いにさらなる高みを目指していくこととなる。この日は他にもファジアーノ岡山、江坂がかつての恩師リカルド監督に挨拶。 FC 東京対ヴィッセル神戸戦では FC 東京所属橋本健人はロシア一部ロストフに所属していた。22年に同国によるウクライナ侵攻が始まり、同年3月末に帰国した。その時神戸と契約。7月後半にスペイン2部ウエスカへ移籍するまで3ヶ月半在籍した。4ヶ月ぐらいしか在籍はしてないんですけど、今まで在籍したクラブはどこも思い出のあるクラブですけど、ちょっと違った感情がありますという複雑な思いを秘めていたり、不思議とこの説は多くの試合でさまざまな形での再会を目にすることがあった。またいつかピッチの上で出会う日を夢見て、彼らは戦い続けてゆくのであろう。
ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。